ばんは。こんばんは。こんばんは。今日は第33回キャッチライブ静岡始まりました。今日はなんとパーソナリティが遅れています。急遽私が代行ではい、よろしくお願いします。やりますのでよろしくお願いします。じゃあまずは自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい。なんで牧田さんがいないの？どちらからでも。KB スタジオ代表望月と申します。視聴者の皆さん、スタッフの皆さん、よろしくお願いします。お願いします。清水に生まれて58年、次郎町の菩提寺の前でお茶をやっております牧田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日は次郎町道中、そうこの間ね次郎町道中踊りませんかっていうのをフェイスブックの投稿があって、いや次郎町道中って誰でも踊れるのって私がちょっと質問したところから始まったんですけど、まず次郎町って誰っていうところから、まず若い子って知らない子が多いと思うので、その辺からちょっとねお話ししていただいた後、次郎町道中って何をするのかとか、そういったこともちょっと今日はね面白おかしく伺いたいなと思っておりますので、まず次郎町さん、次郎町さん、そう次郎町さんって今でこそ清水というとまる子ちゃんとかエスパルスとかあるんですけど、僕らより世代が上の方っていうと次郎町さんっていう清水といったら次郎町さんっていうぐらいちょっと有名な方で、この方は実在してて、幕末から明治初期にかけてなお全国的に有名になった方なんですね。で、何をした人かというと、もともとは橋脚、橋脚ってなんていうかな、言葉で言うと893っていう今でいうそうですね。裏の方ですね。裏の方なんだけども、当時は一括りでその893という言い方はしなくって、なんていうかな、強きをくじき弱きを助け、曲がったことは大嫌いっていう任教度っていうのがあって、もちろん無宿徒青人ですよね。博打をやったり、当時はね刀を持ってることも許されたんで、喧嘩もして人を殺めたりすることもあったでしょうけど、その方が清水出身でいるわけ、次郎町さんって方が。で、なんで有名かというとですね、東海遊興伝っていうある物語がありまして、この中で街道一の大親分、すごく広沢虎蔵さんっていう浪曲師がいるんですけど、その中でもですね飲みねえ寿司食いねえっていうのをちょっと一節聞いたことがある方もいるかもしれないけど、それの森の石松の親分なんですね。それがすごく昭和初期におはようございます。昭和初期にですね、すごく有名になりまして、映画とかドラマとか、そういうのでもう全国的に広がって、そうですね。で清水に観光に来る方は必ず次郎町さんのお寺に来たという、今の日本平よりも日本の松原よりも有名かなというとこなんですね。来た。ここでじゃあパーソナリティを紹介します。ジョニーです。どうぞお願いします。今次郎町のいい話をしてたんです。すいません。ダメじゃん。いやー、びっくりしたっけ。意外とラフな格好なんですね。めちゃくちゃいや本当着替えるっていうか、もうね、全然時計見てなかった。なるほど。すいませんでした。お世話になります。次郎町とは、まだ触りの部分なので。次郎町さんって今簡単に説明したから。あ、なるほど。狭いね。喋っていいかわかんない。いやっていうかね、時間が止まりましたね。あれと思ってね、私も。まっちゃんの今日会ってるなと思って。いいよ、そんな話は。でもお願いしますね。いや次郎町さんの話を今。どういう人だったのかっていう。なるほど。知ってます次郎町さん。具体的なことはね、あんまり実はね、知らないんですよ。
だから、まあ今もちょこっと話したんだけど、まあ清水で生まれて、まあすごく浪曲とかね、映画で有名な人なんだけど、まあ有名なところでの片岡千恵蔵さん、勝新太郎とか、中村雅俊とか、最近ではなんだっけ、あの人。あれそれこれだよ。あれそれの俳優さん。名前が出てこない。まあとにかくいろんな方がね、映画とかドラマでやってるっていう、まあそういう、まあ人物ですね、実在の。はい。だからこう若い頃はどちらかというと、ワルですよね。そう。決してヒーローとこではないですね。そう。だから僕がお商売をやっている向かいに次郎長さんの菩提寺の梅寺っていうのがあるんだけど、そこにはいつも観光客が全国からいらっしゃるんですよ。で、まあそれはね、まあ僕らより上の年代の人は必ず来るんだけど、今の若い人たちは次郎長さんを知らないから清水に観光に来たら日本平、三保の松原、もしかしたらまる子ちゃんミュージアムぐらいになっちゃうかもしれないけど、僕らより上の方っていうのは大体次郎長さんのお墓は必ず見に来るという、それぐらい有名な橋脚、都政人ということですね。なるほど。もうこのね写真見てもらって分かるとちょっとおっかないですからね。これ本物です。本人、ご本人。これこっちね。これご本人さん。ちょっとイメージしてた方っていうかと顔が違う感じですね。これはもちろんもう晩年の頃なんで、いいおじいちゃんのね頃で、もうこの頃ですよね。アメちゃん配って歩いてたの。高校や。でもこの時はまだね、ちょんまげのあれはちょっと残ってるような、残ってないような。まあでもいずれにしてもだいぶ年取って、74歳で亡くなった。そうですね。だからそういう仕事をしてた方の割には長生きした方なんです。そうですね。でこの方はやっぱり49歳までそういうさっきの、まあ、裏稼業というか893という仕事をしていて、49歳以降に幕府の、まあ、新政府のね要人の方、山岡鉄舟さんとかああいう方とこううまくやり合ってこうだんだんうまく生きていった人なの。だから49歳以降は、もうこんな早く言っちゃっていいのか分かんないけども、清水港の整備とか、相良の方の油田の開発に携わったり、京便鉄道をやるのに裏方で回ったりね。で一番有名なのが囚人を使って富士の方に茶園を開墾、茶畑作りをさせたりね、すごく地元のためにいろんなことをやった方なんですよ。はい。もうとにかく若い頃と晩年が全然イメージが違うんですよね。そういう方でございます。ちなみに山岡鉄舟さんとかって知ってます？お名前だけ聞いたことあります。ね、すごくね、当時山岡鉄舟さんはあれかな、幕末から明治にかけてすごくお偉いさんでね、まあ江戸無血開城、勝海舟と西郷隆盛の江戸を燃やさないでどうしましょうこうしましょうっていう会談をした時に、山岡鉄舟が時の15代将軍徳川慶喜の命を受けて、その勝海舟と、西郷隆盛がうまくその話し合いができるように段取りをするために江戸からもこっちへ向かってきた時に次郎長さんがその山岡鉄舟を助けて無事西郷隆盛のところで連れてったという、そういう話もあるんですよ。ちょっとねここじゃ映んないけど、こういうのも鶴田浩二とか勝新太郎とか、こういうので有名な人です。はい。もともと幕府に暗殺をねされそうとしたのがこのおじさんなので、そうで暗殺に来た人が惚れ込んじゃってっていうぐらい人間力のあるおいちゃんでした。なるほどね。まあそういう人間性が溢れるからこそこう裏方でもこういろいろ回ってこう調整やっていうかね、いうことができたんでしょうね。だからその子分と呼ばれるのが全国津々浦々いるみたいで。でその子分っていうのが各その地元の親分クラスっていう、だからもう大親分と言われてる方ですね。だからすごいね、とにかく人間味があるということでね。なるほどね。ただね、そういう感じで。だからね、まあこれこうやって言っちゃいいのかどうかわかんないんだけど、清水と
区と葵区駿河区あるじゃない。はい。でもともと葵区駿河区は静岡市、清水区は清水市、で今合併して静岡市は徳川のね家康のね何百年祭とかやってるじゃないですか、今川義元とか。でそれはそれでいいんだけども、どうしても次郎長さんっていうのはこういう裏稼業をやってた人だから、行政の方であまり取り扱いたくないっていうのが正直あるんですよ。出しづらいですもんね。そうだから昔の市長さんとかね、清水がまだ単独の時はそんなあれはなかったのかもしれないけど、僕らがやってるのは後でお話しする祭りをやってる人たちとか、まあ僕がね一応理事を務めさせてもらって NPO の次郎長製菓をこの間修復したんですね。いろんな企業とか個人の方から寄付をいただいて、でそういうのも次郎長さんの名前をもっともっと全国に出したい。で今まで映画とかドラマで有名だよってさっき言ってたけども、僕らがこれからやりたいのはそういう切った貼ったの世界じゃなくって、その49歳以降にこんだけいいことをしたんだよっていうのをアピールしていきたいと思ってるわけ。だからその一環としてその祭りの中でね、踊りで次郎長さんのまず名前を知ってもらうこと。で祭りの中で去年からね、踊りだけじゃなくて寸劇も始めたんです。結局若い人たちに次郎長さんを知ってもらうために山岡鉄舟との出会いとか、ああいうのをちゃんとした寸劇にして子供が見ても楽しめるようにね、次郎長さんの名前を覚えてもらいたいってね、やってるんだよね。そうですね。だから意外と清水港祭りは知ってるんだけど、清水港祭り次郎長道中は知らないっていう。このね次郎長道中は次郎長さん一家をまあ扮してこう踊りで練り歩くっていう港祭りのまあこう並行して行われてる。もう66年だから67年続いてるんですね。でも意外と地元の人も見たことないっていう。この今ちょうど写真出てますけど、こうやってね、この辺全員だから何か専門の方じゃなくて全員一般人です。だから次郎長さん好きな方がもいるし、踊りが好きな人もいるし、ただ単にこういう格好に憧れてね、目指したいっていう人もいるし何かの縁でということで、だからこれよく言うのが清水一家28人衆って言って、さっき話出ましたけど、各地域の親分さんの集まりなの。だからこれ一人一人役が決まってるんですよ。だからそうで一人一人セリフがあるんですね。これ自己紹介の。そうですね。多分駅前銀座で見られたの。もともと僕とね牧田さんはちょっと怪しい関係ですか。怪しい関係ですか。怪しい関係じゃないんですけど、ちょっと存じ上げててあれで、まあでも銀座の中で練習されてたりとかね、そうを見てたりとかして、本番ももちろん駅前銀座のアーケードでやられてるので、ちょっと拝見させていただいてるんですけど、今の写真だからこれまさしく駅前銀座ですね。こんな風に一列になって踊りながら練り歩くっていう感じですね。だからこの練習もそうですね、大体いつも毎年6月の頭ぐらいからね、そうですね、大体20回ぐらいやるんですよ。体育館とか駅前銀座とかこんな風に。でやっぱりずっと前からやってる人がね、次郎長道中保存会っていうのをこの間立ち上げて、草薙にあるメガネ屋さんがいるんだけども、なぜか半笑い。あんま名前は出したくないんだけども、でもそれで大体わかるんじゃないですか。ちょっと尺だけども、で彼がね今度会長をやるわけですよ。そこの前の会長さんがちょっと急逝しちゃったもんで、残念なことで、でこの後にこの放送が終わってからちょっとその総会みたいなのやるんですけど、で彼がもう踊りをこうやって教えてくれて、一から毎年一から、経験者に対しても毎年一からなので、いつ参加してもこう踊れるようになります。だからね、まだ、もうね、募集は随時やってますけれども、まだまだ誰でもどうぞということでやってますね。だからこの次郎長道中自体は港祭りが今年で第72回なんですけど、第5回からずっとやってるんですよ。だから港祭りのいろんなイベントの中でも一番歴史が古いというか、そうですね。一番予算もいただいているという、カツラとかあるの結構お金かかるんですよ。そうですね。こんな白黒の時代からやってるとですね。
そうですね。これなんかのプロ野球の大会の時に。あ、そうなんですね。そうそうそう。応援に行ったんだよね、確か。そうやっぱり歴史があるんですね。質問していいですか。はい。28人衆ってことは、それ以上の応募があったらどうなの？一応ね。一応ね、そう、役がなくなっちゃうよね、でもね。ただね、その28人ぴったりってわけじゃないんですよ。そう、で、この28人衆っていうのも、後から勝手に付け加えたんですね。そう、まあなんかこう有名な古文を28人集めてみよう。で、実質、古文は全国に1000人以上いるんで、なので、まあ、そう多く来てもらって、で、そうなんですね。で、まあその古文集、まあこの、いわゆるこのね、踊りの列の中には、古文じゃない方もいらっしゃるんですよ。さっき言ったよく今名前出てる山岡鉄舟っていう方はもともとその幕府からね次郎長ちょっとやっちゃってこいってきた方なので古文でも何でもないですね。っていう方なぜかねその方がこのお祭りの一番前を踊るというふうになってます。これがはい山岡鉄舟です。着物がそうです違う感じなのはこれが山岡鉄舟。これが鉄舟先生と呼ばれてる方ですね。あくまでもこの方は武士じゃない。そうなんですよ。次郎長は民間人。そうなんですね。で、やっぱずっと悪いことしてた次郎長に対してよく思ってないんだけども、その山岡鉄舟が次郎長と会った時に、咸臨丸事件っていうのがあってね、新政府軍の、旧幕府の咸臨丸っていうのが、昔の帆船ですよね。あれが、ある時台風で壊れちゃったと。で、清水港に修理入ってる時に、新政府軍の船が、3艘だか4艘来て、で、そこの旧幕府軍の咸臨丸の船員たちをみんな白旗上げてるにもかかわらず殺しちゃうわけ。7人を。で、7人を海に捨てて、そのまんまに放置しといたわけ。で、誰もそれをね、平上げることはできない。なんでかっていうと、もうその時は新政府軍がもうほとんど実権握ってたから、幕府の人間をそうやって葬ったり、手厚く、やってやると、罰に、お咎め食らったわけね。だから誰もそれは、怖いから、ほっといたんだけど、漁師の人たちからしてみると、そんな人間の死体が浮いてたら、魚も取れないじゃん。だから困り果てて次郎長さんが、それをね、お咎めを受けるのを分かってて、古文にそれを全部、海から拾い上げて、弔ったんですね。弔ったんです、お墓まで。そうですね。で、それに山岡鉄舟が、政府ね、その時の武士の人たちがね、次郎長も罰せなきゃなんないって言ったんだけど、次郎長さんが、山岡鉄舟に、その時ね、仏に死んだ人にね、官軍も賊軍もないだろうって、ねって言ってすごく感銘を受けたっていう話もあるんです、ね。あれは名言でしたね。だからやっぱり山岡鉄舟さんっていうのはそれまでもうずっと武士道とか何からこうね位の高いところで勉強してきて博識な人だったんだけど、やっぱ自分とは違う考え方を持っている懐広い人がいたっていうことで。あれなんじゃないかな。びっくりしたんじゃないかな。とにかくやっぱりその山岡鉄舟っていう方は次郎長からいろいろ影響を受けて、次郎長さんはもちろんね読み書きができない人で、でこう手紙もらっても何が書いてるかわかんない。で山岡鉄舟はもちろん読み書きできてすごいね知識もあってみたいです。なんでその山岡鉄舟先生に対して次郎長さんが「お前は頭が悪いな」と。でどういうことかって聞いたら。頭が悪いやつにね物事が伝えられないっていうのは頭の悪いやつだ。そこからガラッと変わった、そうかと今までこう貯めといた知識や経験が何にも生きてないと、こういう伝わらないことはもう全く意味がないなと、もうそういうふうなこう話もあったとかね。というかやっぱ次郎長さんという方ねそういうふうにもうすごい面白い方と。それから山岡鉄舟はね次郎長に対してひらがなで書くようになったんですよね。そう本当にそう分かりやすくねそうらしいよね。その直筆のね手紙が生家に残ってたりとか。これですねここに残ってるのでね生家意外とね宝の持ちね宝がいっぱいあるので入場無料ですからねせっかく綺麗になったしね。
ぜひ行ってもらいたいね。そうですね。だから聖火と晩年過ごした末広っていうのが港橋にとか、そうですね。これはこの今出てる銅像が次郎長さんの銅像。これは3代目2代目かな。1回第二次世界大戦の時に鉄の回収令が出て全部溶かされて。ああ、なるほど。この銅像はどちらにあるんですか？梅寺にある。梅寺にあるんですね。だからでこれね石垣が見えるでしょ。でこれはね駿府城を表してるんですよ。でこの下に池があってそれは駿河湾を表してる。で次郎長さんは富士山の方向を向いてて結局その次郎長さんは富士の方を向かってもうこうやってどっと構えてるよっていう構図なんですよ。そうですね。そこにはね次郎長さん本人のお墓もありますので、ね、お参りついでに。なるほど。そうですね。でこれ逸話があってね、この梅寺に赤いお堂があるの。でその中にね大蛇がこう眠ってるんだって。で昔ね今のおっさんの前のおっさんがまだ生きてた頃ね、どっかのサーカス団が大きい蛇の死骸をね、どっかでこうやってくんないかって言われてどこのお寺でも断られて、ここのおっさんが、じゃあうちのあれで供養してあげましょうって言って、その赤いお堂の下に埋めてあるっていうらしいんですよ。でそれをほら霊感とか強い人いるじゃない行っただけでわかるんだって。すごくそこはね、だからそのなんていうの金運じゃなんか強運があるところらしいんですよ。そうなんですね。行かないとな、そしたら。行かないと、そうそう。もちろんそこにはお墓も銅像もあって、で、次郎長さんゆかりの品物がちょっとした博物館になってて、その梅寺には、身につけてたものとか、使ってたキセルなんか。だから知ってるかな、次郎長聖火から梅寺まで向かっていく道があるんですよ。でそこを八通りって言うんだけど、そこは昔もっと狭かったんだって。で昔平家の人がそこ弓がね一本通るだけなんだけど、そこをね結局その今の通路の一聖火のとこから梅寺のとこまで一本スポーンって抜けたんだって矢が。だもんで八通りっていうらしいんだけど、そこもね龍の道って言ってすごく運が開かれてるそう聞いてますよ。風水であれですよね、龍の通り道とかに運気がそんなのがあるんですね。みたいな言いますよね。だから次郎長さんってすごく運が強い人なんで、次郎長さんのうちの売店がお寺の中にもあるんだけど、お守りとか売ってんの。でそれを買った人がさ、もう4、5年前かな、570何万当たってさ、宝くじとかそういう人がね続けてたんですよ、その年。やっぱりね、そういう聖火から歩いてお寺まで行った人は全部そう当たってるみたいだからね。やっぱりそこはなんか気の流れがいいんですね。と思って。だから僕は当たったことないけど、この間だけどナンバーズ4で800円買って24000円になったんだよ。すごいじゃん。それだけ。結構当たってますね。一回買っただけなんだけど。まあだからそうして次郎長さんはなんか勝ち運がつくっていうことで、一時ね墓石が削られちゃったんですよ。運気をもらう墓石でしたっけ、周りがなんか削られたんですよね。結局博打をやる人たちが今のお墓はねまた移したんだよ。その前は一般墓地と一緒になったの。でその時にさっき言ったように僕らが商売始めた時に全国から観光バスが来てみんな石をかじっちゃった。次郎長さんの運気が欲しい。でも遠州の森の石松のお墓なんてもう今ね2代目だか3代目でみんな削られちゃってないんだけど、次郎長さんそれじゃ困ると言って今のお寺の境内の中に移して金網で人が入れない。そうですね。はい。そうそう、お寺に任されてね。この辺はまたイベントでまた別のね。これはだから僕らがやってる NPO 法人で、これ何のあれだったかな、ドリームプラザでなんかやったんですよ。そうですね。その時に出させてもらって。これ去年の日の出マルシェじゃなかったでしょ。あ、そう、日の出マルシェ。そこで次郎長さんの PR と関連グッズをそうですね。売ったんですよ。でこれ右端の絵があるやつあるでしょこれ。
右端の、あれうちの製品なんだけど、次あー郎そう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 長さんとお嬢さんを萌えキャラにして、そうですね。若い人に受けるようにちょっとうちのキャラクター作ったんだけど、次郎長ファンには怒られた。なんで漫画にするんだっつって。まあ時代に合わせてです。そうそう。でもまあいろんな層にね、さっきおっしゃったようにこうね、そういうこうどういうことやってきた方なのかとかね、そういうことを伝えるためのね、ツールがね、あれですから。なんでも取っかかりはいいんでね。次郎長さんの教えを守ってるわけですね。だから実は清水港を開港したのも次郎長さんなんですね。ああ、なるほど。だからちょうど120年前です。今開港120周年なので。そうですね。だから言うてだからそんなに昔じゃないってことなんですよね。だから開港したっていうか、ちゃんとして認められたのがね、それまでは入り江だったんですよ。で大きい船が入れない。で当時は生糸とかお茶しか静岡からこう輸出するものがなかったんだけども、みんなねお茶なんか汽車でさ横浜まで持ってって、でそこの外国の商社が外国人の味付けにしちゃったわけ。フレーバーティーミーみたいに。で結局全部いいねで叩かれて買われて、これじゃあね何にもならないって言って、じゃあ静岡にもっと清水港に大きな船に入るようにしたいなっていうのが取っかかりなの。で次郎長さんが決して自分の身分をわきまえてるから名前には出さないんだけど、当時の経済界の人たちとかそういう人たちとうまくやってもらって護岸警備工事をして、で自分でも船会社作ってるんだけどね。なのでぜひねそんな次郎長道中を見に来ていただければ。こんな日程です。わかんねえべそれじゃ。こんな日程ですので、8月の3日、8月の4日ですね。はい。港祭り真っ最中の時ですね。真っ最中ですね、本当に。はい。踊る前、踊りの前。みんなに朝から夜まで。基本的に道中はもう清水区内あちこちうろうろしてますので。はい。そうですね。3日だと9時半から梅園寺の前からスタートしていろいろ回ってるんですね。だからさ、主なとこだと3日の土曜日は草薙駅の前で10時45分から。で、駅前銀座では1時40分から清水銀座までずっと歩いておる。で、4日は、あれじゃねえや。これであれか。で、6時に、みんな総踊りやりますよね。オープニングの時にちょっと踊らせてもらうと。それで、4日の日曜日は、あちこち回った後に、三保の松原に12時45分に行きます。で、3時からドリームプラザ。で、6時から花火大会ありますよね。その前で皆さん、その時にちょっとステージに、ちょっと踊りますので、なるほど。主なのはそんな感じですかね。ぜひ見に来ていただいて。なるほど、なるほど。これは会員とか踊る人。次郎長道中、会員、役者、参加者、申し込み募集中。はい。いろんな窓口あるので、ね。もう次郎長道中で検索してもらえれば、ね、公式ホームページも Facebook もいろいろ出てきますので、なるほど。はい。ね。待ってます。ただ今から申し込むとちょっと踊りの練習を本気でやらないとちょっともう相当スパルタな練習が待ってるんですよ。無知を持ってこうやってやってますんで、はい、安心して参加してください。大丈夫です。それは冗談抜きとして毎年必ず一般からね、だから5月いつもね5月末まで。祭りが終わってから5月末まで、年間としていつでもいいですけど、そうですね。いつでも申し込んでくれれば、待ってます。その時によってお答えをね、いいようにしますので。では、梅園寺とか、聖火とか、末広とかのあそこのお家とか、ちょっともう一回行ってみたいなと思って、前まではちょっとさらっとしか行った、その10年前に清水に来た時に、最初どんなとこなのかなと思って、さらっと行ったぐらいで、そうですね、運気を上げに。はい、ぜひお願いします。あれなんか次郎長カクテルかなんか作るって言わなかった？どうしたあれ？じゃあまだ作ってる最中。まだこれからです。あれね、そう、ジェットっていうミントのリキュールがあるんですよ。ジェットっていうのね。それで、清水のジロジェットっていう名前で、ミントのカクテルをちょっと出してもいいですかっていうふうに、牧田さんとか前に相談しに行ったんですよね。そしたら、いや、そういうの楽しいからやってみたらってね、いや、でもこれ賛否両論あるんだろうなってさっき思ったんですけど、でもね、今、見て、俺は言われたってのを牧田さん聞いたら、じゃあ、最初にやってる人だったら俺もやって大丈夫だって今思ったら、
はい、もうお願いします。やったもん勝ちですよ。お願いします。はい。なるほど。その前ちょっと勉強しに行きたいな、やっぱり。ちゃんとね、ちょっと従業員と一緒に行ってみて、そうですねお客さんにこうちょっと、そうですね。なんかストーリーが少しでもね、そうですね伝えられるとはい。面白いですしね。ねさっき言ってた28人種で、この、例えば、なんとかのなんとかっていうそうですね。のだから、場所のどこどこの地名の誰々みたいな感じですね。そうそうそうなるほど。そう、だから見れば、四日市って言ったら、あ、三重だなっていうのね、分かったりとか、これどこだろうっていうのももちろんいたりはするんですけど。なるほどね。本当にいろんな古文だから、次郎長さんってあれだよね。シンもそうだけど、知れば知るほど惚れちゃうとこあるよね。そうですね、なかなか面白いですね。男気な生き方してるから。で、一人一人がまた歴史があるので、この古文集も。そうそう。これ一人追うだけですごい時間かかるので。彼は去年女役やったんですよ。その写真ないかな。しょっちゅう出てましたよ。あれもう出てるじゃないですか。そうですはい。そう、真ん中のね。真ん中のが。はい。はい。あ次郎長の奥さんですね。でも、僕見ましたけど、結構身長高い方だったなっていうイメージだったんですけど。それはね、去年ですね。去年、一昨年です。一昨年もやっぱ男はがいこの女房役やったんだけど、その後もね、バレエやってるんですよ。だから、一昨年はすごい。なんていう女性っぽくで。で、彼は別に、ババレエレエもも普通の男なんだけども、その前の年が、そういう綺麗にやっちゃったもんで、すごいね、すごいハードル上がりましたね。ね、歩き方から何か気をつけたもんね。そうですね。はい。そういうところからいろいろあるんですそうですね。ね。これ、次郎長さん女だからね。そうですね。だから、去年はあべこべでしただから。へえ。ね。そんな風になっております。次郎長役の方が女性がやられたんですか？そうです、そうです。はい。で、奥さんが男性をやったっていう。なるほど。あべこべでした。あ、これですね。そうですね。この写真がそうです。はい。アップには入れないんですね。ね。こんな風に。ね。だからこうやって一人一人自己紹介するってことですね。こんな風に。なるほどね。いやー、これはまたさらに見に行きたくなりますし、ぜひ行っちゃってください。ストーリーを知るとまた見方が変わってくると思うんですね。なんならね、参加してもらっても全然構わないので。あ、なるほど。はい、ね。はい。なるほど。なるほど。急にでもその時は牧田さんがムチ持ってるわけですから。そういうことです。ムチとろうそくと。なるほどね。それは総踊りぐらいの時間帯じゃなかなかやばいかもね。ロープも持ってます。ということで。わけわかんないこと言ってる。なるほど、なるほど。ぜひ。あ、そうです。あとね、あれなんです。明日、明後日。今日遅刻してきたものでね、ポスターをまたこれ忘れたんですけど、これ実は第5回、よさこい茶の国祭りっていうよさこいのイベントが、あさっての日曜日にあるんです。で、清水の駅前の東口広場、アーケードと反対側ですね。で、やるんですけど、全国からね、650人踊り子が来るらしいんですよ。よさこいの？で、これが、静岡大学のこのよさこいサークルの子たちが企画してやってるんですけど、で、まあどうしてもね、今回はね、ちょっと雨がね、心配なんですけど、どうしても屋根がないところなので、アーケードの中をサブステージとして使いたいっていうことで、まあメインステージの東口でも踊るし、アーケードでも踊るしっていうことを2回ずつぐらい踊るとか言ってたかな。のでこう入れ替えでやっていくので、商店街サイドにちょっと一緒にやりませんかっていうのを去年から言われて一緒にやってるんですけどね、これもね見るとすごい楽しいですよ。でしょうね。やっぱね圧巻というか、やっぱね踊りとかでこう何かを表現できる人ってやっぱり素晴らしいなと思うんですよね。なんかでもラップとか踊ってそうラッパーなんですか？全くできないんですよ。全くできないんですよ。もうだからでもだって絵が上手とか、例えばでも楽器されてるんですよね。あ、僕ですか？はい。はい、楽器されてます。だからこうなんか音楽できるとか歌歌えるとか、絵が上手、こう字が綺麗とか、なんかこういうねこう自分の思いとか感情をこうアウトプットできるっていうのは羨ましいよね。すごい羨ましいです。あ、もうどんどんもう敬ってください。発言が次郎長さんとは結構大きくかけ離れた感じになってきた感じ。まだね、まだ次郎長さんやってないから。いやでも本当そう思うよね。なんでねこれもすごいねいいんで、これね実はね一人の踊り子のチームっていうか一人で出演する人もいるんですよ。でもこの人ね一人なんですけど、オーディエンスを巻き込んで踊るんですよこの人。すごい引きつけられるんですこの人。なんか頭にピーマン
なんかね、あれかぶってね。いつやる？今度の日曜日です。あさってです。あ、これ書いてる。はい。10時から5時まで、5時半かなまでやってるんで、はい。ジョニーは東口の方で屋台出してますね。ぜひいらっしゃい。サクッと CM 入れてる。サクッ。でもね、本当に雨が心配なんで、もうね、1年間かけて大学生一生懸命ね、やっぱり準備してきたんで、なんとかね、天候もね、味方について、なんとか神様がなんとかね、それこそだからね、かなと思うんですけどね。次郎長聖火と万位寺って、なんとか晴れさせてくれって。なるほど。そうですね。明日行ってこよう。ということなんで、一応雨天決行で、警報がない限りはやりますんで、ぜひ皆さんも遊びに行っていただければと思います。はい。よろしくお願いします。それではね、私が大遅刻してきてね、のっけからずるずるに滑りましたけど、ということで、本格的にね、来週からは七夕祭りも始まりますからね、清水の暑い夏が始まりますんでね、そこからずっと次郎長道中の港祭りまでね、バーッとイベントも多いですし、楽しい清水のイベントたくさんありますんでね、ぜひ皆さん清水に遊びに来てください。よろしくお願いします。それではまた来週。またね。チャンネル登録してやー。